皆さんこんにちは、菅野です。今回は最近の購入品、買ってよかった商品を紹介します。主に2月と3月に買ったものですが、よかったら最後までご覧ください。ジャンルに分けて紹介しようと思うのですが、グッズ、ゲーム、書籍、ブルーレイや CD、ガジェット、おまけの順番でお見せしていきたいと思います。グッズ、ポケモンセンターでヤドンのグッズを購入しました。ポケモンだとヤドンが一番好きなので、新作が出ると集めています。ぬいぐるみヤドン M、 結構大きいサイズのぬいぐるみですが、以前見たことがあって買えなかった商品になります。なかなか在庫が復活しないので、ようやく買うことができました。パペットぬいぐるみ、なんとも言えない可愛い感じ。パペットの部分は硬い素材になっています。エコバッグ、ヤドンの顔がくっついたままで、後ろ側にお尻が描かれているのが可愛いです。ポケモンキッズ、思い出のポケモンゲット編、ヤドン&コザック。ヤドングッズは希少なので、見つけたら問答無用で買ってしまいます。アホっぽくてめちゃくちゃ可愛いです。続いてはちいかわグッズ。3月は私の誕生日ということもあって、家族が買ってくれたものもあります。うさぎの枕、低反発でちょっとしたお昼寝に良いです。後ろ側にもちゃんとうさぎが描かれています。フレンズ2、全然売っているところを見かけずに終わってしまった商品で、かろうじて買ってもらえたので良かったです。ちなみにちいかわもいます。でもキノコが生えているちいかわが買えなかったことは残念です。ソフビパペット、見た目も缶バッジ。ロードプレートキーホルダー2、エアフワキーホルダー、くら寿司缶バッジ。続いては長野マーケットでのグッズです。これは別の動画で紹介しているので、まだ見ていない方はぜひご覧ください。死ぬほど買ってしまいました。アメリカのスクールバス、こういうミニカーがたくさん売っているお店にたまたま行ったのですが、これが気に入ったので買いました。子供の頃からこういうのが好きで、ミニチュアだけど細かく再現されている部分を眺めるのが好きです。ゲーム、続いてはゲームの紹介です。1月に買っていたのですが、紹介し忘れてしまった商品です。牧場物語ワンダフルライフ、ゲームキューブ版のリメイクになりますが、改めてやってみたくなり購入しました。かなりゆっくり進めています。子供の頃は全然進められず、大人になってから口コミを見直したらかなり評判が良かったので、時間をかけて遊んでいきたいなと思っています。ドラゴンクエスト 11S、 ドラクエを生まれてから一度もプレイしたことがないのですが、口コミを見ていますと初心者でも楽しめると書いてあったので買ってみました。ちなみに 3D よりも 2D が好きなので、両方遊べるというところにも惹かれてこちらの商品を購入したわけですが、まだ数時間しかプレイしていないものの、めちゃくちゃ面白いです。ゲームが苦手な人でも楽しめると思うので、買ってよかったなと思います。書籍、続いては書籍を紹介します。宇宙兄弟20、21、22巻、ちょうど19巻くらいでアニメが一旦終了になった気がするのですが、どうしてもアニメと合わせて読みたくてずっと止めていました。さすがにもうそろそろ買おうかなと思ったので、少しずつまた集めていこうかなと思います。長野の熊の本、もぐらコロッケの歌、もぐらコロッケの夢。見た目は可愛らしいですが、
話はかなりえぐいので大好きです。長野さんの作品はそういうギャップがあるので好きですね。赤松健一区切り、こちらは同人誌になります。ねぎま、ラブヒナにどっぷりと使っていた青春時代、また改めて読み返してみようかな。赤松健の国会日記1、お恥ずかしい話ですが、私自身学生時代に全く勉強してこなかったので知識がありません。そして政治に関してなかなか興味を持てなかったのですが、年を重ねてくると将来についてだんだん気になってきますよね。本当はもっと若いうちから社会に対して興味を持つべきだったのですが、この本を読んでから政治に対しての印象も変わりつつあります。漫画なのでどの年代もわかりやすく気軽に読むことができるのでおすすめです。興味を持つことが大事だと思うので、きっかけとして良かった作品です。ブルーレイや CD、 続きましてブルーレイ CD の紹介をします。ちいかわ豪華版1、フロッキーフィギュア6体セット付き、長方形缶バッジ付きブルーレイ、ファミリーマートバージョンを購入しました。フロッキーフィギュアのクオリティにもびっくりしましたし、アクリルブロックの重さにもびっくりしました。スーパーショコタンベスト全5形態もあるのですが、私が購入したのは完全生産限定版と初回生産限定版 A です。特典にアクスタがついてくるのですが、2009年スーパー貪欲祭り in 日本武道館ライブ衣装が当たりました。ちなみにちょうど行けなかったライブです。2004年くらいに王様のブランチで見たことがきっかけで長くファンを続けています。またロック系の歌を出してほしいな、ソニーさん。続きまして星野源ミュージックビデオツアー2オリジナルアクリルキーホルダー付き。星野源のオールナイトニッポンリスナー大感謝パーティー不思議創造初回限定宴会版不思議創造初回限定感謝版。買いそびれていたものも合わせて買いました。ガジェット、続いてはガジェットです。それ以外も含まれますが、音楽関係の流れで紹介するのはこちら、タングズワンアー。誕生日にイヤホンをプレゼントしてもらいました。通勤しなくなったこともきっかけで音楽をちゃんと聴かなくなっていましたが、これは価格が安いのに音楽を楽しむことができるイヤホンだなと思います。その流れで買ってしまったのがこちら、モジョ2。ダックアンプというもので音質を劣化させることなく、より広い周波数帯域にわたって総合的な音質の調整を可能にするという商品になります。行き場のいいイヤホンでたまたま視聴したことがきっかけなのですが、めちゃくちゃ自分好みの音質というか、自分好みに調整できることが魅力的だなと感じました。もともと低音が効いているものが好きだったのですが、低音だけが効いていれば良いというわけではないことに気づきました。それぞれのバランスが取れていることが一番重要なのかもと思って、このアンプを通して聴いてみたらすごく良かったというわけです。正直詳しく分かっていないので、いいということしかお伝えできません。アンカーパワーウェーブ10スタンド。いつも携帯はケーブルで充電するか、この商品と同じようにワイヤレス充電をしていました。ワイヤレス充電に関してはちょうど良い場所を探さないと充電できないタイプだったこともあり、不便だなと感じていました。しかしこの商品は置くだけで場所が固定されてしっかり充電できるのでめちゃくちゃいいです。おすすめの商品です。おまけ、まるでこたつソックス。家族に布教している靴下でみんな虜になっています。今はだいぶ暖かくなってきたので必要ないかもしれませんが、
寒い時期に大活躍します。ただ、寒くなると在庫がなくなってしまうので、他の季節に買いだめしておくことをお勧めします。サザコーヒー。おすすめしていただいてからリピ買いしているコーヒーです。今回はフレンチローストを購入してみました。カフェインレスコーヒーはこちらの豆が美味しいので毎回買っています。電車の座席ガチャ。結構パーツが細かくて多かったのですが、組み立ててみるとかなりクオリティの高いものでした。今は長野熊が座っています。以上、購入品紹介でした。今回紹介したいものが多すぎて動画を作るのが大変だったので、次回からはもっとこまめに紹介したいと思いました。ここまでご覧いただきありがとうございました。ぜひグッドとチャンネル登録をお願いします。それではまたね。バイバイ。Giving me wind and rain.